じゃあちょっといきますね。語形成。語形成ですよと言いました、さっき。大事。語形成というのは、実は問題のパターン、種類が1、2、3あるんです。ってね。はい。これ説明する先生少ないです。私聞いたことないです。とりあえず。はい。ですが、私いろいろ調べて、だいたい3つというふうに分けました。うん。で、例えば、その一つは何かの言葉と漢字です。はい。でも漢字は漢字一つだけです。何かの漢字一つ。言葉と漢字一つで、これで一つの言葉になります。なんか勉強してる言葉あるね。ちょっと考えてみてください。後で紹介します。で、2番は漢字一つに何か言葉です。漢字一つに何か言葉が一つプラスされます。だから1番と2番はここは反対ですね。こっちは漢字前、こっちは漢字後です。で、3番目はこれは漢字じゃなくて何かの言葉 A、言葉何かですと何かの言葉 B を一緒にして言葉 C を作ります。これもあります。はいね、言葉できますよね。新しい言葉が作られます。そうだから、この3つがあるんです。で、まだいきますよ。この1番というのは、何かの言葉と漢字一つです。これは実は9種類あります。9パターンあります。N2 に出るのは9パターンです。だいたいそんなにあるの多いと思ったかもしれませんが、これはですね、多くないですよ。さっきの他の漢字の勉強しますとか、言葉の使い方、用法を勉強しますとかよりこっち9だけですよ。少ないですよ。この中から何かが出るかもしれないんですから、これを覚えればいいでしょう。そうですよ。もういくつあるか分かりませんじゃないですか。これですよってね。そうで、じゃあ行ってみましょう。今日この私のライブ授業ではこの9を今ね、ここの1番の話をしていきます。そして実は今日また夜にライブ授業しようと思っています。その時はこの2番の方を皆さんと勉強します。で、明日こっち3番しようと思っています。明日の昼ですね。こっちもね、同じくらいの時間と思ってます。ぜひぜひ来てください。はい。じゃあ、そうで、明日も2回したいですね。昼と夜ライブ授業できたらいいなと思ってます。準備中です今。じゃあこれいきます。今はこれ、はい、9種類。9かってね。はい、いきますよ。ただ9はこれ実は本当はもうちょっとあるんです。だけど私がこれと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 これでいいですよと数決めました。あとはこれは N3 くらいのレベルだから知ってるはずだからしないとか、はい、それは入れてません。だからちょうど N2 レベルでテストにも出やすい N2 レベルテストに出やすいで、みんなもちょっと勉強難しい、一人では意味が難しいかもしれないというのを特に選んで9にしてます。はい、じゃあ行きましょう。ちょっとこれですね、見にくいと思うんです。ちょっと待ってください。9ドゥーンね、はい、見えないですね。ちょっと待ってください。これにしましょう。はい、9は例えばこれ全部映らないね。はい、今皆さんライブ来てくださってます。ありがとうございます。よし、メッセージちょっと見てます。バーラさんね、インドね、日本からです。日本にいらっしゃるんですね今ね。そっかそっか、インドの人が多い。そしてエストニアの人もいるんですね。キャルトさんはエストニアの人か。へえ、そっ
かそっか、いいですね。エストニアか。じゃあ、まずいきますね。見えますね、皆さんね。9種類。ちょっとこれごめんなさい、全部は見せることできないんですが、例えばこれお金とか、お金、ここですね、何がお金かというと、ここに入る言葉、ここに入る言葉がどういう言葉ですかというの、これが例えばお金についての言葉です。はい。あ、ごめんなさい、こっちだった気がする。どっちか分かんなくなっちゃった。あ、こっちです。失礼しました。この漢字でした。失礼しました。漢字が、漢字って漢字一つですよと言いましたが、どういう漢字ですかと言ったら、それがお金についての漢字です。うん。何ね、見せます。例はこれ。よいしょ。ちょっと今ちっちゃいから大きくしますね。まだちょっとちっちゃいかな。はい、言ってみましょう。お金について。ほら、これ見たことがありますね。知ってますね。もちろんね。もう N3 で勉強してる。N4 でも勉強してるかもしれないですね。料理の量ですからね。そうです。料金の量です。お金でしょ。で、代金の代。おっと、変なことになりました。よいしょ。代金の代。これは費用の費。これはお金ですね。そうです。金ですね。全部お金についてですよね。そして語形成テストの時にはこれ全部お金についてですが、じゃあどうやって使いますかというのが出ます。はい。例えば1番これ、2番これ、3番これ、4番これ、これね、漢字だけ書いてあって、どの漢字を使いますかと書いてある。それです。それです。それが語形成。じゃあ例えば量いきましょう。量は皆さんよく聞いたことあるね、読み方量です。で、よいしょ。例えばこれですね。よいしょ。はい、これです。量。読み方全部量です。これは保険料。保険です。保険。はい。これは宿泊料。これですね。読み方。宿泊。これは手数料。これですね。コミッション。はい。そうです。全部量ですね。この時には量使いますね。他の漢字の代とか非金使わないです。ここ。保険金はありますね。言葉ね。でも意味が変わります。宿泊金とか使わない。宿泊費、手数費絶対に言わないですね。これは絶対に量ですね。手数代費金使わないです。はい。で、ここが大切です。それを覚える。はい。手数と言ったら量、手数料。例えば手数料分かりやすいですから説明します。手数料は英語でコミッションです。はい。例えばクレジットカード、クレジットカードにしましょうか。クレジットカードじゃ分かりにくいか。手数料はホテルにしましょう。ホテルに泊まりました。でもホテルもチップになっちゃうか。手数料今いい例が出てこない。お金払って、例えば1000円のものを払ったんですけど、お金払ったんですが手数料で、1100円ください、あと100円ください、100円払わなければいけない。この100円が手数料です。はい。あとは例えばですけど、どこかのクラス、皆さんが、スポーツクラブに入りました。スポーツします。スポーツクラブジムに入ります。その時に入る時にいろいろ皆さんの ID とか、聞きますね。どこに住んでますとか、どうやって毎月お金払いますかとか、ジムのスタッフが皆さんと話す。でその時の時間も本当はお金欲しいです。会社は時間使ってますから。
ですから入る時のその手数料、クラブに入る時の手数料で、5,000円いただきます、もらいますとか、そういうのあります。だから何か払うけど、それにプラスアルファ何か払うのが手数料ですね。手数料ね、漢字は簡単ですね。でこれ宿泊料、これも漢字見ればわかるといいですね。これ泊まりますという意味ですね。これそうです、ホテルに泊まります、その意味です。ホテル泊まる時のお金が宿泊料、いくらですか？はい、そちらのホテル泊まりたいんですが、宿泊料いくらですかね、これです。でこれは保険。保険は保険料は例えばそうですね、じゃあ日本の場合です。日本の場合、日本住んでない人、今日ライブにたくさん来てるから、知らないという人多いかもしれないんですが、日本の保険は健康保険というのがあります。病院に行く、その時行った、そしたらお金払うは病気の人は 100% 払わなくていいんですね。例えば日本の国が 70% 払ってくれます、私の病院のお金で。私 30% 払えばいいです。例えばこれあります、日本は。いいでしょう。そう、本当は私は1万円病院で払わなければいけないです。病院の先生に見てもらいましたから1万円。でも私は毎月国に保険料、この保険料を払っています。そう払っていますから、私は病院に行った時、病院のお金 100% 払わなくていいんです。私は 30% だけ払えば、あとは国が払ってくれますというのがあります。はい、そういうシステムが日本にはあります。それが保険料です。はい、そう、なので例えばそれでした。はい、この時も量を使うよということですね。この3つ覚えておくといいです。でもちろん他にもあるんです。量を使う言葉他にもあります。はい、例えばね、皆さんよく知ってる授業、レッスン、学校の授業料言います。はい、学費とも言うんですが、授業のお金、1回の授業のお金いくらですかとかね、授業料言いますよ。量これ使います。だけど今3つ選びました。もちろん書いたらたくさんあるんです。そうでも私がこれ大事、テストに出やすいというのを選んで皆さんに見せています。クラスの授業も同じです。はい、ここでたくさん書いたらもう皆さん、なんでこんなにいっぱい、もう覚えられない、ね、もうしないになりますから、3つくらいならちょっと頑張るね、できるかもしれない。はい、でと1つでもいいんです。 OKOK 大丈夫で、もう一回ビデオ見た時じゃもう2つ目を覚えるんで OKOK、 それでいいんですよ。1回で全部覚えるのは難しいです。無理しないでください。そうですので、例えば量でした。で代はまた使い方違いますね。例えばタクシー代とかね、使いますね。そうで、日もまた違うし、金もまた全然違います。はい、ですのでそういうこと、何が違うというのもクラスの中で説明してます。はい、これねちょっと違うんです、使い方ね。でただちょっとルールあるんですけど、あんまり考えない方がいいです、ルール。なんでこの言葉どうして量を使うので、ルールと合わないっていう時もあるかもしれないので、あんまりルール考えないで、もうこれ覚えるしかない。その方が早いです。本当に使ってしまった方がいいです。覚えて使っちゃう、が一番早いです。はい、ということで、例えばじゃあ今のお金だった。ここがお金の意味で、これが他にもいっぱいあります。いっぱいって言っても9しかないんですけど、でもう一個紹介しようと思います。8、比べる。英語だと compare。A と B、
どちらの方が重いですかとかね、どちらの方が軽いですか、 A と B どちらの方が背が高いですか、これが比べるですね。比べる言葉、何がある？はい、あるんです。 N2 に出る語形成は3つに分かれています。ですからビデオを3つ作りました。あなたが3つではなくてどれか1つだけ見ても勉強できます。おすすめは1番と3番のビデオです。このビデオを YouTube で見ることはできません。見たい人はこのビデオレッスンのリンクから申し込んでください。ビデオレッスンはあなたの時間があるとき、いつでも何回でも見ることができます。テスト勉強にぜひ使ってくださいね。